今日の黒帯ワールドは少林寺拳法。総本山で見た驚きの技術には確かな理論があった。これの全て角度で処理していくというものの今の角度で処理するってすごいですね。角度で処理、はいはい。これ入っている手足の屈伸、近敵、重心移動を使わない反撃で戦い方を組んで、防御も全て組んでという系をとしてはこれで新井昌司先生が見せる豪法の戦術蘇生、金敵蹴り、虎倒し。 DVD 少林寺拳法未来への宝物からご紹介します。豪法の戦い方のとある一例のことをやってみますので、胴とですね、この金敵とこのフェイスガードを防具全部つけてですねやってみたいと思います。どうでした？ですからあれですともう高い蹴りとか大きな動きできないですね。はい、カウンター取られますね。金敵ありますんで。ちょっと理屈がありまして、なるほど、はい、こっちは普通の中段構えで構えてくる中で、私はもともと力もスピードもあんまない方なので立ち方を猫足でやったんですね。でここから一番使いやすい反撃技でなおかつあまり力も当たれば効くけど筋力撃力があまり必要としない反撃でちょっと組み立てまして、で例えばこの状態で今開きで組んでますけども、順の突きが来たら、段反攻言いまして受けた手で、いきます。で逆突きのこっち側が来たらつばめ返し、これは法形にあるんですけれども、これ一番最後の場面なんですね。で最後の場面で戦いがあるとですね、ちょっとさっきももつれたところもあるんですけども、なるべく最終局面に来ないもうちょっと前の段階で戦いをちょっと組み立てる戦い方なんですね。で入ってきた時に金敵で来ようとしたら目打ちで、ここまでなんかで入ってきちゃったらです、それは自分の最終の局面が来たら手を使わざるを得ないんですけど、で前回井上がご紹介したような、例えば下段が来たとしたらこっちに入っていく、こっちの逆回しがに膝受けの応用という形で、下段何か入った時に金敵に合わせていく、こういう形ですね。だから一個前先生空手でいうと線っていう概念そうですね。はい。ございますです。そうですね。線の線。はい。おそらく多分一緒かなとは思うんですけれども、できれば理想は線の線で抑えたいなと。でそれが難しいのであればその次の対の線か少なくとも線の線で抑えたい。でやっぱり一番手足使わざるを得ない5の線で来ちゃった場合はどうしても崩して受けないと厳しいかなと。これが井上が前回ご紹介した下段に対しての戦い方、最終局面になるんですね。その前に処理して、でこの前はですね、井上はどちらかというと上から順で来ちゃって順の回し、下段ね。でこれで上から下っていうのがあるんですけど、この戦い方でいくと立ち方っていうか構えでいくと上から下もできるんですけど、もうちょっと早い段階では
下から上すくい上げるのもあります。でそのまま段反撃で金敵を持っていくっていうのも戦い方としてですね。ただこれはですねこちらが来た時には、すくい上げることができるんですけれども、こっち側来るとですねこれはちょっと厳しいので、こう来た場合は崩していかないといけないんですね。でこれの応用がですね、例えば、中段の振り蹴り来ましたらこっち入ってこれともしくは振り蹴りこれの全て角度で処理していくというものの応用で、今の角度で処理するってすごいですね。角度で処理する、はいはいはい。どういう意味なんですかね。いや実際だから直角に当たった時が一番危ないわけじゃないですか、なるほど。それをだから少しずらしてあげたり角度変えてあげれば相手崩れますし力も逃げますし、どちらかというと左前で構える人のがちょっと個人的には多い気もするので、そうすると構えをするのでちょっとこっちに変えまして、別にこっちでもできるということはあるんですけど、こうやって入るこういう感じで入ってきます。もしくはこう来た時にこうやって木に入ってで今裏手で打ってるんですけれども、これ入ってくる時に熊手とか虎手で入ることもできますので、こっちの方が力がこもんない分ちょっと力も有効になるからで、大体下は一緒ですのでなるべく止めてですね入っていく。で今ちょっと単撃でやってるんですけど、例えば上中2連できますと、これも大体方形の原型はあるんですけども、こういう感じで両手でやっていくという、今役割分担しまして攻める方と守る方で後者主者でやったんですけれども、こっちの私が気をつけてるのは常にとらわれないというか、狙わないというかで、こっちは多分狙ってこないと攻めれないと思うんですけれども、多分狙ってると思うんですけど、こっちの方守る方っていうのは逆にこれしたろうとかですね言うと逆にその裏をかかれるので感じてですね、この人は非常に勘が鋭いんで、ここはですね最初構えた時に金敵蹴りのこの立ち方でこの正中線をロックオンすることだけは心がけてるんですね。ただいつも狙ったろうと思うとそれを逆にこうやって崩されるので、構えた時にロックオンできるように構えをきちんとするっていうことをやってますね。構えた時にもロックオンっていうのはだから相手を捉えるってことですね。さっき言った狙うとあれなんで全身で捉えておくっていう、どっからでも技が出る。逆にお気づきになられたと思うんですけど、私一撃目で例えばこういうような蹴り込みとかですね、正拳突きの方はやってないんですよ。やれないと逆にやれないというか、ここから一番早いのがもうそのままこの線を上げるような感じで金敵のこの関節を上げるだけの動作と、ここからはもう目打ちですからこの屈伸動作ですよね。これが一番この構えから有効なので、これで例えば上中次はこれ入っていく手足の屈伸っていう感じでやっていく感じですかね。でここからで前に入ってきたら金敵っていう重心を使わない反撃で、重心移動を使わない反撃で戦い方を組んで防御も全て組んで順回し蹴りですかね。順の回し蹴り、で来た時にはこの状態にいきますと体軸はもうそのまま立っているので捻転しやすいので、入ってきたら金敵へ持っていきます。で逆回しが来ましたらこれは金敵へ持っていきます。全て受けは角度で処理していくという考え方でいきます。であと下段いきまして順で切ったら来まし
実はこの状態で逆の下段が来ましても入ってきます。こんな感じでやります。であとちょっと早めに、早いタイミングでいくと順のローが来た場合はここに入っていくような感じで、これがどちらかというと左前の今度相手がチェンジしてきた時にはこっちもチェンジしていくんですけれども、順突きで来た場合はこれは上受けの応用になっています。もしくは外に開いていくような感じで入ってきます。で逆突きを来た場合ですね、これは内受け、これも内受けの応用で入ってきますので、これもこっちへ持っていくことができます。で順回しですね、これはこの時に入ってきます。逆回し、こっちに入ってきます。であとは下段は全部一緒ですね。入ってきます。で逆のロー、こういう感じで、入っていく。これが猫足立ちで、対応する時の、防御反撃の組み立てになります。なんか来てこの瞬間っていうのはですね、何かが変わるんですよ。はいはい。別に人間の質量は変わらないんですけれども、こうやってじっとぼーっとフラットに見ていると、何か一瞬がぶわって盛り上がる瞬間があるんですけども、それに体がうまく反応すればそうなんですけど、先生そういうのはどう？うちは基本一本って、本当初心者というか初歩的な組手なんですけど、構えてやはり一緒ですね。こっちは自然体で立ってる。例えば上段来たら上段を反撃するんですけども、どうしても形だけになっちゃうんですね。来たらに対して受けてつくんだじゃなくて、今言われたように出る瞬間っていうのは一瞬変わるじゃないですか。顔の表情が変わったり雰囲気が変わったり、そこを見て取るっていう、こういう警告をしますね。どうしてもそれが形骸化しちゃって受けてつくんだっていうのになっちゃうんですけども、やっぱ今言われたように行くぞの「い」でどう人間変わるんだって、そこを見るっていう、目だけじゃなくて全身で見るってことですね。見て取るという、そういうこういう稽古法でうちはやってますね。それがだんだん今度進化してくると、お互いに自由に構えて周りも変化してきて、でこの瞬間を抑える、あるいは蹴ってきても受けてつくとか、これはこの線ですね。であるいは北に対してこれは入るんですよ。あるいは先生の線なら先に入る、蹴ろうと思った瞬間に先に入っちゃう、潰すっていう。でどうしても僕らこう間合いを潰すというか重心移動が多いので、でさっき言われた回し蹴りもここでやっぱ同じようにここで入る、重心移動でこの角度を変えるのと、その場だと危ないので同じように取るんですけども、ここだとまた来る可能性がありますので、同じここで入る、一緒に出ちゃう。前蹴りでもここで受けちゃうとまた次きますけど、これが重心度が入ると、これ少しの前出ると、やっぱ角度と重心度セットで、そうやって崩れますので。これ入った後ですね、今の倒しでいくと我々虎倒しいう技がありまして、ここでうまく取れたらですね、ここでかかとを引っ掛けてですね、こっち前展開します。これちょっとやってみます。これ先ほどの通り角度処理、今度は下から入っていくんですけれども、それですくい受けといいまして、受け方としては技があるんですけど、すくい受けを取ったらこれで取ってですね、でここでかかとを固めて、肩で相手の足側溝を固めてですね、このまま実は逆を取って展開して入ってこれはですね、結構膝危険なんですけど、危ないですね。こっちそうです。これを入れます。こっちを入れるわけですね。決まるので、ここで決めてんだね。決めてます。
あ、こう投げるんじゃなくてここでもう決まっちゃってるわけね。ああ、そうか。これで受けた後にですね、ここで固めるんですけども、合わせて上腕です。これで逆を取ってる感じです。そう、あ、そこで取ってるんですね。でそのままこっちで体を開いて投げて、そういうことなんですね。あとまあどちらかというとこうやって回転系の攻撃なので、これをもらってこっちへ行くんですけれども、まあここで仮に回転が止まっちゃった場合は、このすぐにですね、今度逆に向こうの方へ前を押し倒していくような、今と以前と同じようにこっちが回転でいくか前へやっていく。ちょっと攻撃によっても違うんですけども、まあ、同じ攻撃でも2種取れる虎倒しいう技なんですけども。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。